弱冠15歳で世界選手権ザグレブ大会に初出場した松平健太。スムーズな両ハンドプレーで格上の選手を破り堂々の初陣を飾った。その原動力となった松平のしゃがみ込みサービスを紹介しよう。フォア側に構えた松平は高いトスからボールが落ちてくるスピードにタイミングを合わせ、しゃがみ込む勢いを利用して左横回転サービスを出している。続いてラケットの裏面で右横回転をかけるしゃがみ込みサービス。手首を手の甲側に曲げてラケット角度を作り、ボールの内側をこすって右横回転をかけている。松平は勝負どころでこの右横回転にスピードを加えたロングサービスも使う。手首を大きく曲げてラケットの打球面を立て、全身回転を強くかけた右横回転のロングサービスだ。ゲームポイントを握った場面で相手のフォア側を鮮やかに抜いている。しゃがみ込んだ後、素早く姿勢を高くして3球目に備えている点も参考にしよう。史上最年少の全日本チャンピオンとしてザグレブ大会を戦った水谷隼。惜しくもベスト16入りを逃したが、世界基準のプレーを随所に見せてくれた。手首や肘を柔らかく使う水谷のフォアハンドサービスは回転量が多く、バウンドしてからの変化が激しい。このサービスはサウスポーの水谷が右利きの選手に対して効果的に使うフォア前へのショートサービスだ。ボールをえぐり取るようにこすって出す水谷の左横下回転サービスは、バウンドしてからフォア側のサイドラインを切るように急激に曲がる。レシーバーにとってはストレートに厳しくレシーブすることが非常に難しいサービスだ。こちらは相手のレシーブのコースを限定するサービスである。一方、同じようなモーションからボールに押しを加えたスピードロングサービス。このサービスは微妙に左横回転を加えているため、レシーバーのフォア側に逃げるように曲がる。続いて水谷の逆横回転サービスを紹介しよう。ボールの内側を捉えるために肘を高く上げ、ラケットの先端を下に向けて手首を鋭く使ったスイングでボールに逆横回転をかけている。柔らかな腕の使い方とラケット操作でレシーバーの予測を上回る軌道の変化と回転量のあるサービスを繰り出す。これが水谷のサービスのメカニズムだ。
精密な台上プレーと懐の深い両ハンドで長年にわたり世界のトップで活躍を続けるサムソノフ。フェアプレーで知られるサムソノフはルールにのっとった模範的なサービスを出す。きれいに開かれた左手からまっすぐに投げ上げられるボール。インパクトまでにしっかりと左腕を開き、レシーバーにボールがはっきりと見えるようにしている。もちろんサービスの威力も申し分ない。ボールの底を薄く切り取るように出す右横下回転ショートサービスは、相手がネットミスを繰り返してしまうほどの切れ味がある。このサービスには強い回転がかかっているため、ボールがバウンドしてから急激にブレーキがかかる。このサービスではショートサービスを出す時のポジションに注目してほしい。サムソノフは右横下回転ショートサービスをフォア前にコントロールするとき、サービスの曲がりを計算に入れて少しセンターライン寄りに構えてサービスを出している。レシーブが甘くなったところを逃さずに得意の台上プレーや両ハンドで攻め込むのがサムソノフのプレーの持ち味だ。ドイツのエースボルはフォアハンドから左右の横回転サービスを中心に組み立てる。まずボルが得意とする逆横回転サービスを紹介しよう。肘の動きに注目してほしい。手首の可動範囲を広く使えるグリップで構え、トスと同時に肘を高く上げた後、手首を素早く動かして逆横回転をかけている。次は左横回転ショートサービスを紹介しよう。打球直前に肘を上げてボールの内側を鋭くこすっている。打球後に打球面を素早く上向きにする動作がこのサービスの回転を分かりにくくしている。横回転系のサービスを出して相手のレシーブが少しでも甘く返ってきた場合には、得意の回転量の多いドライブで攻め込む。フリックレシーブされた場合には両ハンドで狙い撃ってラリーの主導権を握る。ボルのフォアハンドからの横回転系サービスは彼の持ち味である両ハンド攻撃に結びつけられるように計算された答えである。ドイツ期待の若手オフチャロフの独創的なバックハンドサービスを紹介しよう。まず構えに注目してほしい。台に対して半身の姿勢を作り、頭以外は台の下に隠れるくらい姿勢を低くしている。
後ろから見ると両足のつま先を完全にバック側に向けて揃え、膝を深く曲げて構えている様子がわかる。この独特の構えから肘を体の右側に引くようにスイングしてボールに左横回転をかけている。このラリーのようにオフチャロフはバックハンドサービスをフォア前にコントロールすることが多い。同じようなモーションでバックコーナーにも出している。これがオフチャロフの独創的なサービスの狙いでもある。さらにオフチャロフの構えにはサービスのコースをカムフラージュするポイントが潜んでいる。この構えのように完全にバック側を向いて構えると、相手はバック側へのスピードのあるサービスは予測しにくいものだ。つまり構えやバックスイングでコースをカムフラージュし、サービスの意外性を高めているのがオフチャロフのサービステクニックである。今大会の準決勝で優勝したワン・リチンと大会屈指の好ゲームを演じたユ・スンミン。ユ・スンミンの強烈なフォアハンドドライブを最大限に引き出すフォアハンドサービスを紹介しよう。ユ・スンミンのサービスの特徴はインパクト付近でのラケットの動きが非常に速いことだ。このサービスはおそらくナックル製のサービスだが、ユ・スンミンのインパクト付近のラケットの動きが速いために、そこから回転の種類を推測できず、ワン・リチンといえども判断ミスしている。このようにラケットを素早く動かすポイントは肘の使い方にある。バックスイングで体に沿うように下げていた肘をインパクトの瞬間に急激に上げている。肘の動きを活用した速いスイングがユ・スンミンのサービスの極意である。続いて右横回転ショートサービス。このサービスもラケットの動きが速いため回転量が非常に分かりにくいサービスだ。横回転系のサービスに対するストップが抜群にうまいボルも、今大会ではユ・スンミンのサービスをうまくストップできず、なすすべなく敗れた。ナックル性や横回転系のサービスを鋭いスイングで短くコントロールして強力なフォアハンドドライブに結びつけるのがペンホルダーの第一人者ユ・スンミンのサービステクニックだ。2大会連続でベスト8に勝ち進んだ中国期待のサウスポーハオサイ。彼のサービスもまたその動作から回転を判断するのが難しい。これはナックル製ショートサービス。続いて下回転ショートサービス。これらのショートサービスを出すとき、ハオサイはバックスイングやフォロースルーも大きく取ることがない。このようにコンパクトな動作で回転をさまざまに調節できるのがハオサイの強力なサービスの秘訣である。
ハオサイのスピードロングサービス。ショートサービスと同じような動作からボールを弾くようにインパクトしてスピードロングサービスも効果的に使う。ショートサービスだけでさえ変化が分かりにくい上に不意にスピードロングサービスが飛び出してくる。レシーバーにとっては厄介極まりないハオサイの意外性のあるフォアハンドサービスである。リメン打法を駆使してシェイクハンドを上回るほどの両ハンドプレーを確立したワンハオ。独特の構えから逆横回転サービスを出し3球目攻撃につなげる。下回転が強くかかった逆横回転サービスである。人差し指をラケットのブレードから浮かし打球面を真上に向けた独特のグリップから肘を高く上げてバックスイング。ボールの背中を右斜め下方向にこすり逆横下回転を与えている。こちらは横回転の割合が多いショートサービス。フォロースルーにカムフラージュモーションを加えることで回転の変化とコースを分かりづらくしている。長くなったり台上に浮いたりしたレシーブを両ハンドで攻撃してラリーの主導権を握るのがワンハオのサービス戦術である。世界ナンバーワンのサービス力を誇るマリンのサービスを紹介しよう。マリンはコンパクトなスイングから微妙に変化の異なるサービスを出すのが特徴だ。これはミドル前に短くコントロールされた右横上回転ショートサービス。低いトスからインパクトの瞬間にラケットの先端でボールを横方向にこすり右横回転を与えている。フォロースルーで回転の変化をカムフラージュしているスイングも参考にしよう。マリンのような複雑で素早いフォロースルーは手首の力だけではない。肘を大きく動かすからこそ可能になるのである。マリンは同じサービスをトスの高さを変えて出すことがある。こうしたトスの高さの変化が相手のリズムを崩すためのアクセントになっている。高いトスからのスピードロングサービス。ロングサービスを出した後の大きなラリーに備えて
素早く台から距離を取っているところに注目してほしい。マリンのサービスにはサービスの威力を高める要素が満載されている。複雑なフォロースルーやトスの変化、サービスを出した後の戻りの速さなど、ぜひ参考にしよう。サービスはラリーの主導権を握ることができる第一の攻撃球といえる。トップ選手たちは自分のプレースタイルに合わせた威力のあるサービスを身につけている。ここに紹介してきたトップ選手たちのサービステクニックを参考に、自由な発想と想像力で自分ならではのサービスを身につけよう。